貨車。葬式や墓場から死体を奪い去る妖怪、貨車。そのあまたの伝説は日本各地に残されている。新著文集には特に多い。御代上人自ら貨車に乗る。ある時、御代上人は大衆を集めて、今日わしは死するなりと言って山門を出ると、雲の中から貨車が降りてきた。上人は手に持った扇で貨車を招き寄せて、そのままそれに乗って、片国はまたも今じお車の乗り得てみれば我あらばこそと歌って西方へ飛んでいったという。同書貨車の来たるを見て腰足ただれこある。ある時、酒屋の安兵衛という男が急に表へ駆け出して、カーと叫んで倒れた。家族が駆けつけると、安兵衛はすでに気を失って、口を聞くこともできず、そのまま寝込んでしまった。それから10日ほど後に下半身が腐って死んでしまったのだという。この時近所の人は安兵衛の家に炎が上がるのを見て駆けつけたところ、この話を聞いて恐れおののいたのだという。同書宗書に雲中の鬼の手を切り取る。松平御左衛門という武士が葬儀に参列していると、雷鳴が轟き、空を覆う暗雲の中から貨車が熊のような腕を突き出して亡骸を奪おうとした。御左衛門が刀で切り落としたところ、その腕は恐ろしい爪を3本持ち、銀の針のような毛に覆われていたという。それよりこの刀は貨車切りと名付けられた。この他にも亡骸の足が雲からぶら下がっていたという話や、青鬼赤鬼に貨車に乗れやと言われた男が敷居につまずいて死んでしまうなどの多くの貨車の話が残されている。貨車は時にゴズメズの姿で現れる。諸国百物語二章使いて貨車に取られしこと。ゴズメズの鬼たちが女を火の車より引きずり下ろし、さまざまに攻め立て、再び車に乗せ西方へ連れ去った。この女は商人の女房で、買うときには大きいマスを使い、売るときには小さいマスを使って商いをしていた報いで、生きながらに地獄に連れ去られたのだという。新おとぎ奉公貨車の桜。2人の娘の前にゴズメズの鬼たちが現れて、母を責め立てながら
貨車を引き立て連れ去ろうとしていた。姉妹はこの車を引きとどめ、縄で庭の桜に結びつけると、縄も桜も燃え尽きて、貨車は虚空の空に去っていった。という夢を姉妹は同時に見た。夢から覚めると、母の訃報が届いたのだった。庭を見ると、桜は燃やされて、つないだ縄の目の跡が残っていたのだという。ガズ百鬼夜行に描かれているように、貨車の正体が化け猫や猫又だという話も多い。北越切符、貨車落としの今朝。ある家で不幸があったが、雪が降り続いて葬式を行えずにいた。それから3、4日経って、一時の晴れ間を見て、棺を引き、葬式を執り行ったが、その巣から突如、黒雲が立ちこもり、突風が吹き荒れて、辺りは瞬く間に夜のごとく闇に包まれた。すると、どこからともなく火の玉が飛んできて、棺の上に覆いかぶさった。火の中には、二股の尾の大猫が牙を鳴らしうなって、しきりに棺を奪おうとしている。雲東湾の北光和尚は呪文を唱え、大声で一喝しながら鉄匂いで大猫の頭を打ち据えた。大猫の頭からは血がほとばしり、たちまちに逃げ去った。この時の今朝が貨車落としの今朝として今に伝わっているということである。猫には死人にまつわる言い伝えも多く、黒猫が横切ると不幸がある。猫を死人に近づけてはならない。猫が棺桶を飛び越えると亡骸が起き上がるなどと言われ、死人と猫との不気味な伝承のつながりを思わせる。また、ゴズメズや青鬼、赤鬼が燃え盛る車を引いて死者を連れ去る話は、罪人を地獄へ連れ去る地獄の鬼、獄卒そのものである。各地には亡骸を貨車から守る方法も伝わっており、オウム真理教で有名になった山梨県旧上九式村では、昔貨車が出ると言われており、葬式を2回に分けて、最初の葬式には棺に石を詰めておき、貨車から亡骸を奪われるのを防ぐこともあったという。愛媛県八幡浜市では、棺の上にカミソリを置くと、貨車に亡骸を奪われずに済むという。宮崎県東臼杵郡美郷町では、出棺の前に、幕には食わせんや貨車には食わせんと2回唱える風習があるという。岡山県新見市では、妙八を叩くと貨車を避けられると言われていた。
火の妖怪の多くは罪人にまつわる話が多いが、死んだ後豪華に焼かれるのも貨車に連れ去られるのも許されるなら避けたいものである。